ご理解第64節。この方は参って尋ねるところがなかった。氏子はおかげを受けて遠路のところを参ってくるが、信心して徳を受けて見しのぎをするようになれ。お取り次ぎを願い、お取り次ぎをいただいて帰る。私どもの願いを聞いていただき、またその返事を聞いて帰ること、それを実行することがお徳を受け、見しのぎができるようになることであります。先ほど長い間信心しておるある老婦人の方が3ヶ月ぶりで参拝されました。人間関係の問題で悩んでおられました。その時、私は、それは難儀のように見えますが、あなたに対する神様からのお供えですよ、と申しました。今日はあのお話をいただいて少しは心が楽になりました、と御礼申されましたが、そのことを神様からのお供えとして、また御事柄としてありがたく合唱して受け得られるとき、そのまま見しのぎのできるお徳になるのであります。今日は神様の願いというものを新中記念の時に何かその一部でありましょうけれども分からせていただいたような感じがいたします。そしてそれが大変大切なことであると。それはどういうことかというと、いつも申しますけれども、成り行きを尊び大切にする生き方、これをいわば世界中の人々に伝える。これが神の願いだと。私どもその我が心を目指す。目指すは我が心、体得するは一切親愛と師匠から教えていただきましたけれども、確かにそうですけれども、それを具体的にどう実践するかということになると、やはり私どもの身の上に起こってくるその成り行きを神の働きとして尊び大切にする生き方。よく家の家訓とか申しますね。その家の何というのでしょうか、教えというのでしょうか。日本人のその生き方の中には儒教的な教えというのでしょうか、生き方というのでしょうか、それが大変大きな影響を与えているといったようなことを聞いたこともありますけれども、昔武士の時代にいろいろ孔子とか孟子とかいろいろな人たちのあれは何というのでしょうかね、教えというのでしょうか、哲学というのでしょうか、よく表現は分かりませんけれども、それを勉強してきた。かくあるべしというようなことですね。そういうものが伝わっておりますけれども、いわばこれから全人類がこの生き方を持っていくべきだという、それが成り行きを尊び大切にするという生き方だと。その私どもばかりではない全人類がこの成り行きを尊び大切にするというその生き方を身につける、そのことのためのお役に立たなければならないというのですね。例えばその成り行きを尊び大切にするというそのことが、まずは我が家の家訓ともなり、それがもっと地域でのこうするべきだというようなことにでもなり、またそれこそ世界中の人々がこういう生き方をしなければならない
というのか、しようというのか、そういう働きにでもなってこなければならないということなのですね。成り行きを神の働きとして尊ぶというこれだけでは、神の働きというのがそのいい時もあれば悪い時もあるわけですから、神の働きといってもいろいろあります。今日いただきますのは、その成り行きを神様の心の現れ、愛情の現れとして尊び大切にする、そういう生き方を子々孫々ばかりではなく、世界中の人々に伝えていかなければならない。それが神様の願いだといただきました。聞こえるでしょうか。遠くで救急車か何かのサイレンが鳴っています。お勇みといただけばお勇みですね。その私どもの身の上に起こってくるその成り行き、それを親愛の現れとして尊びいただいていく、大切にする、そこから全てが生まれるというのか、生み出されるというのか、神様の願いが成就することになってくるのですね。その成り行きの中には、それこそおかげをいただく、一時的なおかげをいただくということもありましょう。また中には、そのことを通して天地日月の心を身につける、あるいは我が心を目指させてくださる手立てをそこに教えてくださることもありましょう。その成り行きを大切にするということの中に、その一切が含まれるというのですね。成り行きを尊び大切にする中に、神様が導いてくださる、ご教導をくださる、我が心を目指すと言っても、では具体的にどうするのか。その手立てが成り行きを尊ぶ大切にするということなのですね。その成り行きを尊び大切にさせていただく中に、神様の願いが、その一切が成就する。もちろん我が心もいただけれるであろう、一時的なおかげもその中に含まれるであろう、あるいは真の助かりもそこに得られるであろうということなのですね。まずはこの成り行きを尊び大切にする、それを親愛の現れとして大切にさせていただく、そのことが家の家訓ともまずはならねばならない。そしてそれが世界中に伝わっていくような、広がっていくようなことのためのお役に立たせていただかねばならないということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。